こんにちは、ゆりまるです。今回はレジ袋タイプのエコバッグをご紹介します。紐で折りたたみも可能なのでサブバッグとしてもおすすめです。こちらの長さの布を使って作っていきます。外側が表になるようにしてこちらのサイズで作っていきます。ペンで印をつけたらカットします。両端を縫い代 5mm で縫います。このように縫えたらひっくり返します。端を揃えて当て布をしてアイロンをします。溶けやすい生地の場合は気をつけてください。両端を縫い代 8mm から 1cm で縫っていきます。このように両端が縫えました。ひっくり返すと綺麗な袋縫いができました。まちの部分を作っていきます。折り目から左右 7.5cm 測ります。まずは右から長さを測って折り目をつけます。左も 7.5cm 測ります。どちらも 7.5cm に測れたらアイロンをかけて合わせます。反対も同じようにまちを取ります。下も袋縫いをしていきます。下をきちんと揃えておくのがポイントです。はみ出すぎていたらカットして調整します。外表で縫い代 5mm で縫っていきます。5mm 以上になってしまった場合は縫いやすいようにカットして調整します。ひっくり返してこのような形にしておきます。縫い代 8mm から 1cm で縫っていきます。縫えたらひっくり返してこのように袋縫いができました。中はこんな感じになります。持ち手も袋縫いでつないでいきます。縫い代 5mm で縫っていきます。余分なところをカットしたらひっくり返します。縫い代 8mm から 1cm で縫っていきます。両方縫えたらひっくり返しておきます。仕上げにバイアステープをつけていきます。今回はこちらのバイアステープを使用しました。バッグの内側につける紐を作っていきます。内側につけたいのでひっくり返します。真ん中のところに印をつけて縫い代 5mm ぐらいで縫っていきます。紐がついたらひっくり返して周りにバイアステープをつけていきます。バイアステープはお好きな縫いやすい縫い方で縫っていってください。今回は片方を先に縫ってからスティッチをかけます。縫っていきます。縫い始めはバイアスの端の数センチのところから縫います。角は少し引っ張りながら縫いました。縫い終わりは縫い始めを折って縫い終わりを重ねて処理します。ひっくり返して端にスティッチをかけていきます。周りが縫えました。両端にもバイアスをつけたらこれで完成です。大きめのペットボトルも3本入ります。日々のお買い物にぜひ作ってみてください。